はい、お疲れちゃん、主だよ。今日はね、フリードくんやってまいりました。最近はさ、すごく暑いです。そんな中、来週主たちね、フリードで車中泊行ってくるんだけど、もうちょっとね、この暑さだと夜寝るのに耐え難いと思うんだよね。それでね、今回はよくみんながねやってるファンを車に取り付けていきたいと思います。換気扇をスライドドアのこういうところに、内側からかな、取り付けて中の空気を外に逃がしたいっていうことをねやりたいなと思ってるので、つけるならあっち側かな、運転席側につけるんだけど、あそこを板を張って穴をくり抜いて、このファンを4連で取り付けていきたいなと思ってます。もう来週末が車中泊なので、ちょっともう時間がないので早速やっていきたいと思うよ。果たしてうまくいくのかな。始まるよ。はい、そしたらここにね、こんな板を内側からつけようかと思うので、これは何かっていうと、前にね主が作ったガレージにも貼ったちょっと両面テープにはなっちゃってるんだけど、フローリングの床材みたいなやつ、これ塩ビでできてると思うんだけど、これを切り抜いて窓ガラスの内側に挟み込んでつけようかと思ってるので、窓を開けた時にこう食うようにしたいね。内側からか、ここに差し込んでここに丸く4つ穴を開けてファンを取り付けていこうかと考えてます。そしたら型を取りたいね。まずね、どうやって取ろう。はい、ちょっとあまりにも暑いので空調服装着してやっていきます。よし、こんな感じ。はい、ちょっと分かりにくいけどね、こんな感じでね、挟み込んで、ファンをつけた状態でも窓が閉めれるっていう風にしたいんですよ。なので一旦これで、あと上のアーチを合わせてカットしていきたいと思います。そしたらこのはみ出た部分、ここをね、カットしますね。この部分をちょっとカットしていきます。はい、そしたらハサミでカット。すごいね、このハサミで切れるんだね。ここののり面は後でちょっとシンナーで取っちゃいますね。よいしょ。こんな感じでカットができました。はい、そしたらカットが終わって、一応ね、今窓にはめてきたんだけど、ここの部分がゴムで隠れちゃうので、その中にこのファンをセットします。ちょっと今回はね、左寄せで4つ取り付けていきたいと思いますね。はい、そしたらね、なんとこちらにも我が家と一緒でシャッペお子さんいらっしゃいますね。CNC ルーター。こちらを使って先ほどのファンを固定する板に穴を4つほど開けていきたいと思うよ。はい、そしたらセットができたのでスタートしてみたいと思うよ。いいですね。もう一枚切り出してみます。
はい、そしたら一旦完成したのかなと思ったんですけれども、主ねすごい勘違いをしていました。主はね何をやりたかったかというと、ここのなんかこんな装置をつけて電源を入れて回るのは普通なんだけど、正回転と逆回転とスピードコントローラー、これをねつけたかったんですね。そしたら今、モバイルバッテリーをつないでやってみますけど、これで今結構な勢いで回ってます。一応 12V で回ってるとは思うんですけど、これまずスピードコントローラーを回すと少しゆっくりになるんだけど、変なねうじ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 って音がして、もうなんか話にならないです。一応弱くはなる。聞こえるかな。変な音がします。それで全開にすると問題はないんだけど、次これリバースするのかと思ったらしません。調べたら普通のブラシモーターだとプラスマイナスを逆転すればモーターの回転が逆向きになるはずなので、吸気排気ってできるんじゃないかと思ったんだけど、これブラシレスモーターはねできないらしいです。はい、勉強不足です。なので正転逆転は諦めるにしても、あとねスピードコントロールはやっぱちょっとつけたくて、これを例えばこの装置を外してモバイルバッテリー直接つなぎますとずっと全開です。すごいねパワーはあるんだけどずっと全開なので、これをどうにか、強弱をつけられるようにちょっとやってみたいんだけど、一回止めます。それでこのファンの強弱をできるようにちょっとまたアイデアがあるので、それをやってみようかと思うんだけど、ちょっと時間が長くなってしまうので、それは次回またやってみたいと思います。なので次回は完成形で公開できるかと思ってます。ということで今日はここまでにしたいと思うよ。いくぞ、せーの、あつかれちゃんぴょん。